皆さんこんにちは、青ゆいです。今回は新しいカメラを購入しましたということで、早速開封していきます。カメラ入ってんのかなっていうぐらい軽い。はい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 。カメラアルファなんですけど、アルファのこちら ZV-E10-2 を購入しました。実はね、私、知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、初代の ZV-E10 というカメラを使っていたんです。当時はね、動画機として使っていたんですけど、あまりそのカメラにはまることなく、今はもうね、手放してしまったカメラです。ただ、2型ではありますが、同じカメラをまた購入しました。なんで買ったか。それは、使ってみたかったからです。いや、かつてうまく使いこなせなかったけど、今ね、カメラや写真にハマった中でもう一度このカメラを使ったらどうなるんだろうっていうことで購入しました。ちなみにね、これキットレンズ付きです。では、開封していきます。これはバッテリーですね。軽っ。そしてこれが本体。まずね、こちら。1個電池が増えて嬉しいです。今日はね、リーグもつけていきたいと思ってます。では、久々の ZV-E10。懐かしい。こんな感じだったわ。確かに。ここのパワーズームの感じとか、上から見た感じ。小さいな。いやでもね、こんな感じでした。E10 の初代も。懐かしい。前回はね、これの白。ホワイトを購入したんですけど、今回は黒が良かったのでブラックにしてみたんですけど、色は違えどめちゃくちゃそのまんま。グリップはね、そうね、ちょっと浅めなので、これをつけていきたいと思います。あと、こちら、白馬のこちらのモニターに貼る用のシールっていうのをつけていきたいと思います。リグはこれね、スモールリグなんですけど、私スモールリグ好きで、全部のソニーのカメラにスモールリグがついてます。それくらい好き。では、こちらを装着します。はい。いろいろ付け終わって電池も入れました。軽いね。電池入ってんのかこれでっていうぐらい軽い。ちょっと開けてみよう。そう、これね、1650っていうレンズがついてる。なんかね、このレンズも2型らしいです。かわいい。このサイズ感やっぱいいですね。かわいすぎる。じゃあこのセットで撮っていきますと言いたいところなんですけど、今日はこのキットレンズは使いません。使うのはこちらの2本の単焦点レンズです。今回はちょっとね、単焦点で遊んでみようかなと思って、ビルトロックスのエボシリーズのレンズを使っていきます。でね、ここにも書いてあるんですけど、エボシリーズのレンズ、私他にも持ってまして、このね 85mm のレンズなんですけど、とにかくエボシリーズってコンパクトで見た目めっちゃかっこいいっていうのが特徴としてあります。なのでね、この2つもすごく期待値が高いです。じゃあ早速、2本一気に開封しちゃいましょう。ちっこ、これ何 ?75mm。これ 90mm？ めちゃめちゃ軽いな。じゃあ早速75からいきます。軽っ。こっちが90。本当かっていうぐらい軽いな。この後ね、これら組み合わせて外で実際に作例撮影をするんですけど、その前にね、少しスペックだったりを確認していきたいと思います。まず 75mm。これね、APS-C 用のレンズなので ZV-E10 につけると画角としては約 112mm となります。すごいですね。で、これもすごい。こちら 90mm なので 135mm となります。ちょっと2本とも驚きですね。特に換算 135mm。やっぱ135ってめっちゃデカ重なイメージあるじゃないですか。でもね、こちら APS-C 専用のレンズなのでかなりコンパクトとなっています。ちなみにちょっとつけてみようかな。そうそうそう。しかもね、エボシリーズ恐ろしいのが絞りリングがついてるんですよ。これポイント高いんですよね。そう。エボシリーズまとめると、軽い、かっこいい絞りリングがついてる。コンパクト。最高じゃないですか。っていうか、やっぱ見た目めっちゃかっこいいな。このカメラに装着した時の
かっこよさといったらもうすごいね。でクリックのオンオフもちゃんとついてるし、やばいな。これ換算 112mm ってすごいな。ちょっと付け替えようかな。これ135でしょ。はいはいはい、かっこいいね。じゃあね、今日はこの2本を使いながらスナップ撮影をしていきたいと思います。あとね、せっかくやっぱり中望遠なので、鳥とか花とか虫とかそういったものも撮れたらいいなって思ってます。そう。あとね、皆さん中望遠って使ったことありますか？中望遠単焦点って興味はある。使ってみたいけどまだ手にしたことがないっていう方結構多いと思うんですよ。だって勇気がいるじゃないですか。あんなデカ重のレンズ。ただ、新しい選択肢として APS-C 機の中望遠で最初試してみるっていうのもありかなと、ちょっとこれを見ちゃうと思いますね。でね、広角とか標準レンズだとカメラ向けて、あ、いいな、これ。あ、いいなって感じで撮ると思うんですけど、やっぱどうしても中望遠気になると、被写体をこれっていうのが強調されやすいので、自ら選びに行くっていう、その時間さえも楽しめるんじゃないかなと思います。でね、あと背景の整理がすごくしやすいので、そこも楽しんでいきたいです。あとね、今回 APS-C のレンズのフルサイズ換算についても触れていきたいと思っております。どうして 75mm が 112mm として扱われるのか。ここに F1.8 って書いてあるけど、F2.7 相当とか言われたりするのはなぜなのか。このあたりも動画の最後で資料を用いながらできるだけわかりやすくお話ししていこうと思います。ということで、早速もうね、この2つを持って作例撮影に行ってきたいと思います。行ってきます。やばいな。ZV-E10 久々に使う。緊張する。楽しみ。皆さん、こんにちは。青ゆりです。本日はこの新しく購入した E10-2 にビルトロックス 75mm F1.8 と、そして 90mm F2.2 のこの2本のレンズをつけてスナップ撮影を楽しんでいきます。それでは中望遠スナップお楽しみください。この目の前の赤レンガとかどうでしょうか。こっちも面白いね。観覧車がちょっと見えてたりして。ただまあ緑の感じ入れたいのでこっちで行きましょうか。いいんじゃない？いいね。ちょっと今ねカラーコーンが目立つのでこちらのあたりを抜いてあげたらいいんじゃないかな。いいね。圧縮感が好きだわ。面白いね。国旗がちょっといけそう。開いた瞬間とか撮りたいですね。国旗が綺麗に開いた瞬間を狙います。奥の赤レンガの一つだけ上に伸びてる建物を、ここら辺の花を前ボケさせて撮っています。面白いね。蝶々だ。撮れるかな。撮れそう。手前にピント当ててからシャッタースピード持っててあげようか。なんかいけてそうな気がするんだけど。いけるんだ。いけるんだ。すごい。玉ボケいいんじゃない？1.8 にしましょうか。開放で撮ります。まずこれが1倍。これが 1.5 倍。これが2倍となっております。中望遠っていうところですごくね、これを見せたいっていうのを主役にできて、普段見てる画角より圧倒的にこう距離が詰められるので、なんかやっぱ普段見ない世界っていうのが見れて面白いです。こう広々と見るとどれ主役にしようかなと思うんですけど、やっぱ中望遠でねぐっと一つ切り抜いてあげると、なんかすごくこの中での世界が強調されて面白いですよね。いいね。それでは、海の近く行ってみたいと思います。いいね。日本の国旗のあたりとかも 112mm で抜いてあげてもいいかもしれないね。大桟橋のあたりとかいいんじゃない？すごく。ここだとちょっとね物足りない感じがあるので、こっちの端まで入れてあげましょうか。あとは海の面積どれくらいにするかですね。この三角を中央に配置してあげる感じでいいんじゃないでしょうか。
いいね。さっきよりね、だいぶ赤レンガから離れてきたので、こんな感じでちょっと広い世界を撮ることができますね。いいね。近いんだったら離れればいいっていう感覚でね、中望遠は撮ってます。ちょうど黄色い船が来たので、この子を撮っていきたいと思います。ちょっと正面に来た時狙いますか。じゃあここに入ってくるのを待つ感じで。いいね。あー、波のしぶきもいい感じじゃないですか。いいですね。はいはいはい。背景違うだけでね、全然また変わりますからね、印象。よい。さっき海辺でローアングルで撮ってたらマイクがなくなってしまって、今もう一個サブの方をつけてるんですけど、移動中に思い出すね、やっぱりマイクなくしたことあれかわいいじゃんこの目の前にある黒いチェリーを撮りたいと思います。よいしょ。あ、ピントあったんじゃない？今 F2.2 なので開放ですね。良さそう。もうど真ん中にチェリー配置してます。いいんじゃない？結構。あ、絞っても可愛いね。少し気持ち絞ってあげてもいいかも。はいはいはい。いいんじゃない？ちょっとこの前の景色撮ります。あ、いいね。良さそう。はい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 。っていう感じで。また鳥がいる。真上に来ないかな、私の真上に。いい感じっぽい。とね、絞ろうか。いいんじゃない？渡ります。あ、そうそう、ここから撮りたいですね。ちょっと好きなスポットに着いたので撮っていきます。かわいい。ちょっとピントシャッタースピード上げます。上目からいいんじゃない？良さそうな気がしますけどね。もうちょっと上げてもいいかもね。ちょっと遠くなっちゃったね。あ、でもいいかも。ボケ感が可愛くていいんじゃない？いけるか。どこにいるの？あ、いたいたいた。かわいいね。いっちゃった。しょうがない。おー。いいじゃん。では、目の前の観覧車。多分横だとね、そう入りきんないので。うわー、ダイナミック。いいね。あー、手前になんか来ちゃった。いい感じじゃないですか。横でもいいかな。っていう風にちょっといろいろ変えながら撮るの楽しいですね。この駐車場の感じ結構可愛くないですか？うわ、めっちゃ可愛いな。やばい。この青い空と奥の建物とバスと黄色と全部いいね。若干フレーミングになってるね。こことここでサンドイッチですね。いやー楽しい。あ、こっちもいいんじゃない？いいね。そうそうそう。橋がね、綺麗なのよ。で、手前に赤レンガを配置するという。はいはいはい。いいんじゃない？行きましょう。はい。今ね、2本持って、レンズ交換しながら撮り歩いてるんですけど、まあ、どっちも中望遠ということで、やっぱりね、結構私好きな、描写だったりとか、圧縮感が効いていて、すごく楽しいなと思いますね。まあ、手ブレがついてないっていうところはあるんですけど、それでもね、全然、いけちゃいますね。おー、あのあたりも良さそう。黄色いトラック良さそう。そう、中望遠なのでね、めちゃめちゃ遠くのものもぐっと主役になってくれるっていうね。
そこがいいのよ。まあ、手ぶれがねついてない。あ、この縦もいいな。あの建物入れたいのでちょっと縦にします。めちゃめちゃ良くないですか？すごくいい気がします。よいよいよい。見てください。この字のやつ結構広角で撮ったことあるんですけど、この場所から中望遠で抜いても良さそう。うわ最高だね。この緑と不思議な感じがしませんか？広角で見ると中に1個建物があって、周りも結構視線が分散するんですけど、やっぱり中望遠の世界でガッと切り抜くとね、それだけが集中されるのでめっちゃ面白い。赤レンガと黄色と青、いいね。奥にねわずかにこう反射する光が光源になってくれるので、おー面白いね。 F2.2 でいいんじゃない？ちょうどいいボケ感ですよね。バラとか撮るときって結構 F 値2付近で撮ることがあるので、ちょうどいいかもしれないね。てかこんなとこあったんだ、知らなかった。また来ましたね。どこにいるんだい？ここにいるはず。いたー。かわいい。ベストショットですねこれね。スズメがいます。おー、何かを食べてる。面白いね。っていうかすごいね、色がとんでもないことになってる。魚がいる。クラゲクラゲがいるんですけど、面白。うわかわいい。ちょっとズームしちゃいましょうか。画素数死んじゃうけど。あ、面白いね。ちょうど開いた瞬間です。まあ2倍ズームで撮ったんですけど、かわいい。橋の向こうをちょっと中望遠の圧縮効果生かして撮ってみたい。この橋の先の船とか撮ったら面白そうですね。面白くないですか？このリフレクション、橋に沿って。めっちゃいい。これ中望遠じゃなきゃできないですねこれは。あとはどこまで入れるかね。上も入れようか。まあなくても目立って面白いですけど、この影。面白い。これは中望遠じゃなきゃできないわ。あとね、こういったもののドアップとか。よし、じゃあ行きましょう。ではこの字の建物の中を切り抜きます。本当はこの字まで入れられたいんですけど、ちょっと中望遠なのでそれはできないので、ここからね、撮りたいと思います。少し絞って。いいね。気持ちいいね。このロープウェイの感じがいいわ。ちょっとこの水面のリフレクション良くないですか？ちょっとこの辺り撮りたいな。縦かな。縦で水面のリフレクション出します。いいね。ちょっとね、信号待ちしてる間に1枚撮ります。いいんじゃない？この感じすごくいい。めちゃめちゃいい。行こうレッツゴー。なんか黄色い船がかわいいな。これ中望遠と合いそう。合うね。もうちょっと角度つけましょうか。いいんじゃない？良さそう良さそう。お、いいね。かわいい。例えばですけど、こういった葉っぱとかを前ボケにして奥の横浜エアキャビンを撮るとかいった楽しみ方もできますね。で、今ここにちょっと帰ってきてないので、エアキャビン帰ってきたら撮ります。来ましたねっていう感じで。
撮ってあげると面白いかなと思いますね。はい、あとねもう一個前ボケ作ろうと思っていて、後ろの建物可愛いじゃないですか。それを手前のこの色とりどりの花たち前ボケにしても多分面白いと思うので、ちょっとローアングルで抜いてみます。あ、そうそう、こういう感じめっちゃ良くないですか？きた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 。はいはいはい、いいんじゃない？すごくいいと思います。はい、という前ボケで楽しめるのも厨房や駅の良さだなと思います楽しすぎるでしょ。閉まってるよね、やっぱり厨房園なので。間延びしない感じがいい。はいはいはい、ヘリコプター2機いますね。いや、正面も、そうそう、ここね。ワールドポーターズの文字がいいね。あと、ちょっと廃れた感じの建物もいい。面白い。この大きなね、アジサイの中にまた一つ花が咲いてて、そういうのもね、狙ってあげて面白いかもしれないですね。せっかくなので F1.8 でいきましょうか。ちょっと上目から。それではこの目の前の景色を撮ります。はいはいはい。若干この建物にね、光が当たる感じ良くないですか？いいね。いや、いいね。めちゃめちゃいいわ。主役が目立ちます。でかすぎじゃない？待って。超でっかいカラスがいたので行ってみます。この浮き輪とか撮ったらどうだろう。奥が圧縮されるのでその感じがまた面白かったり。面白いね。奥が圧縮されるのでその感じがまた面白かったり。いいね。ではこの目の前のあたりとかどうでしょうか。はいはいはい、いいんじゃない？いいんじゃない？良さそうですね。撮影してきました。超楽しすぎてめちゃくちゃ撮りまくっちゃいました。まず率直な感想として ZV-E10 との組み合わせが最高に合う。この組み合わせめっちゃ軽いんですよ。なので取り回しがすごく楽。正直ね、換算 112mm と 135mm を持ち歩いてるって感覚が全くなかったです。そしてね、撮影していてすごく面白かったのが、やっぱりね、被写体を切り取ってるっていう感覚です。例えばこういった写真、背景をごちゃごちゃ入れるのではなくて、気になる部分だけを切り取る。鳥も同じですね。なかなかね、鳥に接近しづらいっていう場面でも被写体を大きく見せやすい。そしてね、こちら 75mmF1.8。これはね、やっぱり明るさが印象的でした。鳥撮影ってやっぱ意外とどうしてもシャッタースピードを上げざるを得ない状況になることが多いんですね。そうするとどうしても暗くなりがちなんですよ。なんですけど F1.8 が使えるので ISO を無理に上げなくても撮影しやすい。ここはね、かなり助かりました。っていうか、鳥撮影で F1.8 が使えるって強い。シンプルに強い。で、背景もしっかりボケていますし、被写体が自然と浮き上がって見えてくるので、すごく面白いです。じゃあね、ちょっとここからは最初にお話した APS-C 機レンズのフルサイズ換算についてお話ししていこうと思います。まずね、勘違いしやすいところだと思うんですけど、APS-C の 75mm って物理的に焦点距離が伸びて 112mm になってるっていうわけではないんです。レンズ自体は 75mm なんです。ただ、センサーがフルサイズに比べて小さいので、写真の中央だけを切り取ったような、そんな見え方になります。なので、75mm が 112mm になるというよりは、映る範囲が狭くなるので、結果として 112mm 相当に見えるといった方が分かりやすいかもしれません。次にね、よく聞くのがこれです。APS-C 機だから F1.8 が F2.7 になるんですかっていうようなことです。これはね、結論違います。レンズの F 値っていうのは F1.8 のまんまです。じゃあなぜ F2.7 という数字が出てくるのか。これはフルサイズで全く同じ見た目を再現しようと思った時に
おおよそ 112mm の F2.7 くらいになりますよという換算なんですね。なので F 値自体が変わるっていうわけではなくて、見た目をフルサイズで例えた時の話です。じゃあね、フルサイズに比べて APS-C はなぜボケにくいと言われるのか。実はね、APS-C 機だからボケないっていうわけではないんです。さっきの話とちょっと被るんですけど、同じ被写体の大きさだったりボケ感でフルサイズで再現しようとすると、フルサイズの方がより大きくボケやすいんですね。だから結果として APS-C の方がボケが少なく見える。今回の 75mmF1.8 で言うと、見た目としてはフルサイズの 112mmF2.7 くらいに近いイメージです。ただね、実際に撮ってみて感じたのは、理屈を抜きにしても普通にボケますということですね。それはね、今回の作例を見ていただければわかるかなと思います。なので、スペックで数字で表すことはもちろんできますけども、それ以上にね、撮った時の感覚とか、アウトプット後の写真を見てどうか判断するっていうところが一番大事なのかなと私は思います。でね、今回改めて感じたのは、APS-C 機と中望遠って相性いいなというところです。換算 112mm とか 135mm になるっていうところで、普段とは違った写真が撮れる。しかも機材自体はかなりコンパクトに抑えられる。このサイズ感で中望遠を持ち出せるっていうのは大きなメリットだと思います。今回ね、最初からキットレンズついていたんですけど、キットレンズで慣れて、その後次の一本を探しているということであれば、こういったね、中望遠という選択肢を視野に入れても面白いのかなと思ったりします。ということで、今回はビルトロックスの 75mm、そして 90mm。この2つを使いながら ZV-E10 で作例撮影を楽しみました。皆さんなら 75mm と 90mm どちらが気になりますか？ぜひコメントで教えてください。では、最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。